フィオフィオーレの晩鐘限定版特典ドラマ CD 恋はシアンのほか。ブルローネマフィアを翻弄した事件がついに幕を下ろし、この街はひとときの安息を手に入れた。二度と同じことが起きないよう、俺たちは定期的にお互いの情報を共有していく約定を結ぶこととなった。その日、俺たち5人はいつものようにブルローネ教会の聖堂に集まり、顔を合わせていたのだが。どうしたヤン？今の話に何か気がかりなことでもあったか？暇だ。は？暇？近頃のブルローネは平和すぎる。何一つ面白みがない。不謹慎だろう、ヤン。平和に越したことはない。とはいえ、他の組織と仲良く顔を合わせるようになるなんて思ってもいなかったけどね。でも、いがみ合って争うよりいいと思う。全くもってつまらんな。こんな毎日では生きている実感がない。わがままだなお前。腕相撲くらいなら俺が付き合ってやろうか？武器の持ち込みはできるか？お前は腕相撲を何だと思っているんだ。武器を何に使う？はあ、興ざめだ。ああ、女でもからかって遊ぶか。女？まさか彼女のこと？おいおい、そいつは聞き捨てならねえな。なんだお前たち。俺が誰と遊ぼうと、あの女が誰のものになろうと勝手だろう。そんなことないよ。君の交友関係にとやかく言うつもりはないけど、相手があの子なら話は別。なあ、ファルツォーネとしても見過ごすわけにはいかない。なぜだ？お前たちの誰かがものにしたのか？あれにはまだ手垢がついていないはずだが。それはまあ、そうだけど。誰のものにもなってねえから問題なんだろう。そりゃ、あの子が選んだ相手に対してまで文句を言うほど、俺たちだって無粋じゃねえよ。面倒な理屈だな。イタリア男の考えはよくわからん。別に理解しなくていいから、とにかく諦めて、ヤン。いや、ひらめいた。つまり、あれが俺のものになれば、お前たちも文句はないと、そういうことだな。待てヤン。いやいや、どうしてそうなるんだよ。そんな真似するなら、俺が黙ってない。なぜそれほど怒るのか理解できんな。あの女と俺が何をどうしようと、お前らには関係ないのではないか？関係あるよ。あの子のことはみんな大切に思っているんだから。一人だけ抜け駆けするのは、良くない。抜け駆けがダメなら、平等に機会があればいいのか？ダメに決まって。うん。それならいいんじゃねえか？別に。いいの？俺もあの子をゆっくり口説く機会が欲しいと思ってたしな。見損なったぞギルバート。なんだよ。じゃあダンテはあの子を自分の女にしたいって思わねえのか？それは。それでヤン、平等にってことはみんなそれぞれあの子を口説くってこと？お前も乗り気なのかニコラ。それぞれか。見えないとこでやられるのはちょっと不安だな。他の連中はともかくヤンが何するかわからねえし。随分と信用がないな、俺は。そう言うなら少しくらい信用に値するような言動をとってくれ。ヤンと彼女を二人きりにするなんて絶対ダメ。危険すぎる。じゃあちょっと面倒だが、二人一組でってのはどうだ？どっちかがやりすぎるようならどっちかが止めに入ればいいだろう。ああ、いいんじゃない？ヤンと組む人は大変そうだけど。でも二人組ってなると一人余ると思う。構わない。俺は参加しないからな。いいのダンテ？本当に？当たり前だ。どうして俺がこんな遊びに付き合うと思う？だって君。いい。俺はこんな形で彼女の気持ちをもてあそぶようなことはしたくない。さすがファルツォーネ。清廉潔白なことだな。なんとでも言え。オルロックはどうする？お前もあんまり乗り気じゃなかっただろ？そうだけど、やっぱり見過ごせないから、彼女に危険が迫らないように参加する。じゃ、組み合わせは公平にくじ引きでいいよな。恨みっこなしで頼むぜ。
よう、制度使わせてもらったぜ。俺たちの方はひとまずつつがなく終わった。遅い時間にごめんなさい。あなたに用があって来た。いや、聖堂の戸締まりは後でいい。まだヤンたちが中にいるしな。俺たちの用っていうのは、その、くじ引きをして、ニコラとヤンが組になって、俺はギルバートと一緒になって、それで、今までずっと閉じ込めてきた気持ちを、あんたに伝えに来たんだ。知らなかったのか、シニョリーナ。俺はずっと前から、あんたに夢中だったんだ。ギルバート近すぎる。彼女から離れて。何言ってんだ。近づかなきゃ伝えられねえだろ。この俺の胸で燃え盛ってる恋の熱ってやつが。そうなの？言葉で言う方がわかりやすいと思うけど。もちろん、言葉でも伝えるさ。けど、言葉だけじゃもう足りねえ。それくらい俺の気持ちは大きく育っちまった。よくわからない。ねえ、俺のことはいいから、お前も何か言ったらどうだ？このままじゃ俺の不戦勝だ。そういうのはあんまり好きじゃねえ。だって、俺、女の人を口説いたことなんてないから、どうすればいいかわからない。自然体でいいんだよ。何も飾る必要はねえさ。そうなの？ああ。女を口説くにはな、まず自分の心を明かさねえといけねえ。もちろん、嘘はご法度だ。じゃあ、ギルバートは、本気でそう思って言ってるってこと？当然だろう。他の連中がどういうつもりか知らねえが、相手が喜ぶことだけ言うリップサービスと愛を伝えるってのは全く別物だ。はあ、眼蓄がある。ギルバートすごい。わかったか？相手に真剣に向き合って感じたままのことを口にすりゃいい。なんだ？まだ何か不安か？ちょっと、感じたまま喋ってるから、ギルバートの言葉、たまによくわからないことになってるんだなって。恋の熱がどうとか。わからねえのは、お前がまだ恋ってもんの恐ろしさを知らねえお子様だからさ。そうなのか。レッスンはこんなとこでいいか？俺もそろそろ本題に入りてえ。待たせて悪かったな、シニョリーナ。こうして、あんたの髪に触れたいって、ずっと思ってた。これでも抑えてきたんだ。街があんな状態だったからな。ギルバート、髪にキスとかするの良くない。いけない。いけなくはねえだろ？そうなの？そういうことしてもいいの？ああ。相手に自分を見てもらえるように仕向ける。そういうのも大事なテクニックだからな。わかった。じゃあ、俺、あなたのそばにいたい。ずっと、離れたく、ない。おい、何してんだ？ギルバートと同じことだけど。全然違うだろ。キスってのはする場所によって意味が違うんだよ。髪は良くて、顔はダメ？そうだ。少なくとも、もうちょっと手順を踏んでからじゃねえとな。ほら、真っ赤になってるじゃねえか。俺のせいなの？ごめんなさい。俺、言葉が上手くないから、ギルバートみたいなことやっぱり言えそうになくて。だから、行動で表さないとって思って、教えてほしい。どこにキスされるなら嫌じゃない？待て待て！口説くイコールキスじゃねえからな、オルロック。そんなこと言われても、教えてくれないとわからない。だから聞いたのに。それが困らせてるって言うんだ。だいたい、俺には近づくなって言ったくせに、お前だって顔がくっつきそうなとこまで近づいてるじゃねえか。だって、近づきたかったから。
ますます赤くなった。これも俺のせい？そうなんだ。なんだかちょっと嬉しいかも。あなたは顔赤くしてても可愛い。天然かこいつ。あなたにはちゃんと礼儀正しくしないといけないって俺いつも思ってるけど、たまにはこうやって素直な気持ち伝えてもいいのかな。迷惑じゃない？よかった。じゃあもう一つ聞いていい？俺本当はあなたに俺だけを見てほしいって思うことある。こんなこと言ったら嫌いになる？本当？嬉しい。あなたの瞳すごく綺麗で、俺ずっと見てたくなる。弱ったな。年下に遠慮なんかしねえで、最初からもっと押しとくんだった。あんたは魅力的だから、放っておいたらいろんな男を引きつけちまう。最初はあんたの愛らしい唇が、俺の名を呼んでくれるだけで十分だったのに。けど、もうダメだ。その視界に俺以外の男を入れたくねえ。他の誰にも触れさせたくねえんだ。俺だってそう。だからギルバート、その手を離して。嫌だ。離して。シニョリーナには優しくしなきゃいけない。それくらい、俺だって知ってる。そりゃな。嫌だって言われたらいつだって話すさ。どうだ？あんたは俺に触られるの嫌か？不安なら優しくする。俺があんたに優しくしないことなんて、今までなかっただろ？ずるい。手ならキスしてもいいの？じゃあ、俺も。二番線じゃよくねえな、オルロック。シニョリーナに愛を捧げるときは、他人の真似じゃなく、自分の中から溢れるもんで勝負しろ。わかった。じゃあ、目閉じてくれる？待て、何しようとしてるんだ？だから、キス。だって、さっきからあなた、ギルバートとばっかり喋ってて、ずるい。俺だって、あなたに見つめてほしい。ギルバートに触られてるの見ると、胸がチクチクする。やめてほしい。オルロックに随分惑わされてるみてえだな。焼けちまう。なあ、俺とこいつ、どっちを選ぶ？両方なんて意地悪なことは言わねえでくれよ。あんたの耳に愛の言葉を届けるのは、俺だけでいい。違うか？俺だって負けない。甘い言葉とかよくわからないし、俺の話なんて退屈かもしれないけど、でもあなたのこと好きな気持ちは他の誰にも負けないから。答えを聞かせてくれ、シニョリーナ。どうか俺を選んで。二人ともそこまで。時間だよ。タイムアップか。ただ口説くだけと言っていた割にあまりよろしくない真似をしていたように見えるが、お前によろしくないなんて感覚があったのか、ヤン。別に俺たちはそんなことない。よろしくなくない。うん、誠心誠意真心を伝えたってだけさ。本当？ちょっとキスしただけ。キスしたの？まあちょっとだけな。挨拶みたいなもんだ。ニコラ、目が怖い。いや、口にはしてねえからな。髪とか手とかそんなもんだ。つまらんな。もっと責めていてくれてもよかったが。そうなの？ヤンがそんなこと言うなんてちょっと意外。これは平等なゲームだ。であればこちらもお前たちと同じことをしていいということだろう。よくない。
ヤンが彼女に触るのはダメ。でも勝負である以上、ルールは公平にしないとね。早く出て行け。ここからは俺たちの時間だ。かわいそうに、すっかり潤んだ目をしているね。あの二人にどんなことをされたの？教えて。大丈夫だよ、落ち着いて。僕たちがどうしてここに来たか気になるんだ。前の連中に聞いていないのか？お前の所有権が誰にあるのか、はっきりさせようと思ってな。でなければ、こいつらがうるさい。すでに結果は火を見るより明らかだと思うが。ヤンは自分が選ばれると思っているんだ。すごい自信だね。僕と君との仲を知らないからそんなことが言えるのかも。安い挑発だな。さっきの二人がキスしただのどうのと聞いて取り乱していたくせに。だって、好きな子の唇は誰にも渡したくないよ。もちろん、唇以外も全部っていうのが正直なところだけど。ねえ、あの二人に何をされたの？手を触られた？こんな風に優しくキスされた？こんな風に？まだるっこしい男だな、フランチェスカ。いちいち聞かなければ行動に移せんのか？君らしい発言だね、ヤン。彼女のことを全然考えていない。そうでもない。考えれば結論などすぐに出ると言っているだけだ。お前が連中にどこを触られたか知らんが、すべて上書きしてやろう。この俺でなあ。肌が少し熱を持っているか。いい。俺が忘れさせてやる。気が早すぎるよ、ヤン。相手の気持ちを確かめないうちから服に手をかけるのはどうかと思うね。いちいち確かめるのは無粋だろう。この女の気持ちなど、目を見ればわかる。俺にはな。あいにくだけど、僕には彼女が困っているようにしか見えない。シニョリーナには愛と敬意を持って接するべきだよ。それがイタリアの流儀だとでも？さあね、国が違っても当たり前の常識だと思うけど、少なくともヤンみたいな接し方なんて僕には考えられないな。女性に対して雑すぎる。さすが、女のことばかり考えて生きている国の男は言うことが違うな。お褒めに預かって光栄だよ。とりあえずシニョリーナは返してもらおうか。大丈夫だった？怖かったでしょ。ごめんね。少しドキドキしている？それってあいつのせい？それとも僕がこうして抱きしめているせい？俺にはその女が今こそ困り顔をしているように見えるが。ヤンは本当に情緒って言葉を知らないんだね。で、君は本当に困っている？僕に触れられているから？彼の言葉は信用できないけど、君の言葉なら信じるよ。正直に言ってごらん。いい子だから。逃げ場を封じて言葉で落とすか？女一人籠絡するのに随分入念なことだ。まさか、女を知らんのではあるまいな。聞き捨てならないな。僕はこの子を大切にしたいだけ。口では何とでも言える。それより、そろそろ返してもらおうか。俺の前で、他の男の腕に抱かれていた気分はどうだ？楽しかったか？俺は不愉快だった。お前には償いをしてもらわねばならんな。平静に見えたか？ただの女が目の前でどうされようと俺の知ったことではないが、それがお前なら話は別だ。お前は俺のものだろう？俺は自分の所有物にうるさくてな、他の男に触れられた箇所はじっくりと消毒してやろう。どこを触っているのかな、君は。彼女を困らせるのはやめて。この顔が嫌がっているように見えるとでも？
ああ、フランチェスカは女の本心など見抜けない男か。自分に都合よく解釈しないだけだよ。君と違って僕は慎重だからね。とにかくこの子を離して気絶しちゃう。反応がなくなるのはつまらんな。刺激が強すぎたか。かわいそうに泣きそうじゃないか。僕が君を守ってあげるよ。君が望むならナイト役だって悪くない。ナイトか。善意から忠告するが、お前には似合わんぞ、フランチェスカ。ヴィランが何か言っているみたいだけど気にしなくていいからね。どうする？立っているのが辛いなら横になる？少し休もうか。そのまま休ませる気などないくせによく言う。心外だな。君はどうか知らないけど、僕は人に見られながらする趣味はなくてね。今はちゃんと看病に徹してあげるつもりだけど。ほう。それはイタリア風のジョークか何かか？やっぱり生まれ育った国が違う君とは仲良くできそうにないね。言葉が通じている感じしないし。前から思っていたんだけど君、こっちに合わせようっていう気がかけらもないよね。郷に行っては郷に従えって言葉知らない？聞いたことはあるが、未だその言葉に従う利点が見つからなくてな。お前たちに合わせて得になることがあれば、合わせてやってもいいのだが。堅くなに自分の国の服を着ているのもどうかと思うよ、僕は。同じ立場に並ぶなら、こちらの流儀にのっとった格好をしてほしいな。ほう、そうか。フランチェスカは知らないようだな。この国の女どもは、オリエンタルな装いが好みらしい。ああ、今度お前に似合いそうな服を見繕ってやろうか。目で楽しむこともできんようなやぼったい服では脱がせるくらいしか面白みがない。面白いな。イタリアの男は女のことばかり考えているとか言ったくせに、結局君も女の子のことばかりなんだね。そんな昔の話を持ち出すとは粘着質な男だな。ヤンにそんなこと言われるなんて思わなかったな。もうこの場で決着をつけちゃおうか、僕たち。結果の見えている勝負ほど退屈なものはないが、少しは楽しませてくれるのだろうな、フランチェスカ。そこまで言うなら期待に応えてあげるよ。正直、君はこの世にいない方がいいってずっと前から思っていたんだ。ダメ？お前がそうまで言うなら、今日のところはこの男を見逃してやってもいいが。今ここで始末をつけておかないと困るのは君だよ、きっと。こんな男のことを気にかけてあげるなんて優しいんだね、君は。でも、ヤンの言葉を真に受けちゃダメだよ。あれは君を騙す毒なんだから。まったく、そんな困った顔をしないで、たまらなくなる。フランチェスカ、その女を話せ。話すわけないだろう。そうか。であれば、お前が捕まえてくれている間に、こちらも楽しませてもらうとしよう。無垢なお前の体に少しずつ教え込むのもまた一興だ。この肌が赤く染まるまで、俺から逃げられると思わないことだな。どうしたの、そんなに慌てて。ヤンのことなんて気にしなくていい。君は僕だけを見つめていて。お前の心は俺のものだろう。なら急ぐことはない。すぐに俺のことしか考えられないようにしてやる。お前たち、何をしている？あれ？どうしたの？ダンテ。無粋なことを聞くな、ファルツオーネ。見てわからんか？一目瞭然だから言っているんだ。彼女から離れろ、二人とも。ヤンとニコラが組になったと聞いて嫌な予感がしていたが、お前たちの言う口説くにはこういうことまで入っているのか？ああ、入らないだろ。常識的に考えて入らないはずだ。お前の価値観を押し付けられてもな。いや、改めて考えてみるとちょっとやりすぎだよね。我に返ったよ。ごめんね、シニョリーナ。まったく、反省してくれ。行くぞ。こんなところにお前を置いていくわけにはいかない。何があるかわからないからな。
今夜はファルツォーネの屋敷に泊まれ。いいところだったのに。盗み聞きとは、お前のところのカポも品がいいな。僕は助かったよ。あのまま意地の張り合いをしていたら悲惨なことになっただろうし。でも、残念。ナイト役ダンテに取られちゃったな。取られたままにしておくつもりか？え？ああ、なるほど。大丈夫だったか？とりあえず、服を整えた方がいい。俺は見ないようにするから。すまなかった。本当に。謝る理由ならたくさんあるだろう。俺はあいつらを止められなかった。いきなり部屋に押しかけられて混乱しただろう。それに、まさか、ここまでするとは思っていなかったからな。俺の考えが甘かった。口説くと言っていたから言葉くらいなのかと。なんとなく嫌な予感がしたから様子を見に行くことにしたが、助けに入るのが遅かった。そうか。お前にそう言ってもらえてよかった。俺のしたことが迷惑にならないだろうかと、少しためらわれたからな。なあ、少なくともあいつらにとっては邪魔でしかなかっただろう。いや、それは別にいいんだが、いくらでも邪魔してやりたい。もし、お前があいつらのうちの誰かを、憎からずを思っているなら、俺は何もせず、見守る方がいいのかもしれないと、少し悩んだ。結局、黙っていられなかったわけだが、こんなことを最初から止めるべきだったな。どうしてって、それは当然だろう。仮にあいつらが本気でお前のことを思っているんだとしても、ああやって反応を見ながらからかうようにするのはどうかと思う。あんなのは、シニョリーナに対してあるまじき行為だ。なあ、動かないでくれ。髪が乱れている。直してやるから。これでもう大丈夫だ。お前の髪は柔らかいな。いや、すまない。いきなり触れてしまって。あいつらはこれ以上のことをしたのか。信じられないな。どうして耐えられるんだ。いや、なんでもない。ただ俺は、好きな女性に対して生半可なことはしたくないと、改めて思っただけだ。自分の思いを伝えるのが悪いことだというわけじゃないが、押し付けるのはダメだろう。相手を困らせないようにするのは、男として最低限必要な配慮だと思う。もちろん、好きな相手を前にして抱きしめたくなったり、それ以上のことをしたくなったりするのも、わからないわけじゃない。俺も男だからな。そういう衝動は感じたことがあるし、今も。いや、すまない。そういうつもりじゃ。今話していたのはもちろん、仮にの話だ。あくまで、例えばの話で。いや、仮にというのは嘘だな。俺も腹をくくる。お前にはいずれ伝えなければならないと思っていたからな。それが今日になるとは思わなかったが。聞いてくれ。俺はお前のことを心から。ダンテ、抜け駆けは良くないよ。ニコラ！いや、俺はただ。見損なったぞ、ファルツォーネ。女の部屋に聞き耳を立てるだけでなく、こうして俺たちのことまで裏切るとは。だから違うと言っている！
そもそもお前たちはたくさん言ったんだろ。俺が少しくらい思いを伝えたところで抜け駆けにはならないはずだ。はあ、呆れたな。言い訳に言い訳を重ねるか。名誉ある男として許される行為ではないな。それで、ダンテは結局何を抜け駆けしようとしてたの？そこはさしてやれよ、オルロック。つまりだな。ダンテはあの子に自分の…いちいち説明するな、ギルバート。どうして？何か言えないようなことをしようとしてた？ファルツォーネには反省が必要だな。どうしてそうなるんだ。すっかり夜も更けちまったし、俺たちはもう帰る。シニョリーナは部屋に戻って鍵をかけてぐっすり休んでくれよ。ファルツォーネの屋敷の方がよほど危険と見えるからな。おやすみなさい。ボナノってシニョリーナ。さあ、僕たちも帰ろうよ、なんて。おう。結局、伝えられなかった。